レストランランタンポレル神奈川大輝です。本日はカリフラワーのウェリントンを作ります。マッシュルームに合わせる、イタリアンパセリを刻んでいきます。でまずこちらも葉っぱを外していきます。それでは刻んでいきます。ある程度重ねて最初細切りにしていくとその後切りやすいです。ハーブを刻むときは叩くのではなく切ることを意識してください。マッシュルームを切っていきます。まず軸の部分を外してください。マッシュルームは切るのが少し難しいですので、できるだけ薄い包丁で切ってあげるといいと思います。だいたい1センチぐらいの角で切ります。きのこに合わせるエシャロットを刻んでいきます。まず半分に割ります。お尻の部分を残したまま縦に薄く千切りをするように筋を入れていきます。僕は包丁の顎を使ってますが、短い包丁の頭で切っても大丈夫です。続いて横向きにしてもう一度別の横に線を入れていきます。みじん切りの時は目入れをしっかりしておくと最後仕上がりは楽です。それでは刻んでいきます。少しばらつきがあるのでその後もう少し切っていきます。整えて平らにならしていくと少しばらつきがあるところが見えるのでそこをポイントに叩きます。続いてニンニクを刻んでいきます。ニンニクもエシャロットと同様半割りにして、まずこちらは芽があるのでそれを先に外してください。そうしましたらこちらも縦に薄切りをしていくように筋を入れていきます。そしたら横にも入れていきます。それでは刻みます。そしたらニンニクもエシャロットと同様少し叩いて均一にしていきます。生地のフォカッチャをまず合わせていきます。ミキサーボウルの中に強力粉と薄力粉、それとイーストとお塩、砂糖をすべて合わせます。この時点で軽く混ぜ合わせてください。ウェリントンは本来牛肉をパイ生地で包みますが、今回はお野菜で作ったヴィーガンウェリントンです。さらに生地もバターと卵は使わずオリーブオイルで作ったフォカッチャで作りました。続いてぬるま湯人肌ぐらいの温度ですね。そのお湯とエクストラバージンオイルを合わせます。特に攪拌などはさせないで大丈夫です。これをゆっくり今の生地の中に入れていきます。今全部入りました。この後、ここから少しスピードを速めて10分間練っていきます。はい、では10分、経ちましたので止めて、入れ物を変えていきます。しっかり粘りが出てます。つながった状態です。全体をしっかり剥いであげてボウルに移します。この時点で少し、丸く成形して発酵させてあげます。そのままラップをして40分から50分ですね、寝かせて発酵させていきます。マッシュルームをソテーしていきます。鍋を温めましてオリーブオイルを一面に引いていきます。では温まったところでだいたい半量ですね、まず入れていきます。切ってあるマッシュルームは油を吸っていきますので、たまに差し油をしてあげてください。はい、少し音が変わってきて、この水分が弾ける音がしてきたら混ぜ始めます。
この時点で混ぜすぎると、焼ける前に先に水分が出てしまうので、あまり触りすぎない方がいいです。だいたい半分ぐらいのサイズになったら、片側に寄せてさっきの残りを入れます。今炒まったんですけども、まだマッシュルームの中に水分が入っている状態です。それでまた、端に寄せて、少し斜めにしたところにオリーブオイルをして、ここにエシャロットを入れます。このエシャロットも水分は残したまま、ある程度色がついてきたところで全体と合わせてください。続いて全体が馴染んだらまた寄せて、火は弱めにしていただいて、オリーブオイル、そしてここにニンニクを入れます。強い火でいくとニンニクが一瞬で色がついてしまうので、ここは、弱火を気をつけて行ってください。ニンニクが炒まったところで、こちらも一緒に合わせていきます。そして鍋の、縁に少し色がついてるんですけれども、これはうまみがついてるので、これを白ワインで剥がしていきます。そして、アルコールを飛ばし、煮詰めていくときにこれで火を入れて均一にさせたいですので、ここで落とし蓋をしてしっかりと火を入れていきます。だいたい中火にして、3、4分待ちます。はい、それでは先ほどの白ワインがだいぶ煮詰まってきました。味付けはここからしていきます。水分が残った状態で塩をしてしまうと味見ができないので、ここまでした後に入れてしっかりと味を決めます。味付けは塩と胡椒でいきます。味付けが終わりましたらボウルに移して氷ボウルに落として、冷ましていきます。冷やすときはできるだけ平らにしてあげると冷えるのが早いです。この状態で冷えるまで待ちます。カリフラワーを下茹でします。沸いた状態のお湯に3分入れて茹でていきます。それでは3分経ちました。串がですね、簡単に刺さる状態です。そうしましたら火を止めて氷ボウルにあげます。続いて同じくキャベツを茹でていきます。キャベツはお野菜を巻くのに使いますので、しんなりなるぐらいまでで茹でていきます。少しくたっとなった状態です。そしたら氷ボウルにまた落としてください。では先ほどのマッシュルームが冷えましたので、ここに刻んだパセリを合わせて和えます。全体的に馴染んだら OK です。続いて先ほど湯がいたキャベツの芯の部分ですね、これを薄く削いで葉っぱと均一に揃えていきます。続きまして大理石にラップを広げてキャベツで材料をくるんでいきます。まずキャベツを広げます。仕上がりを筒にしたいですので、だいたいこの大きさだと2枚ぐらいで大丈夫そうです。下一面に引いたら先ほどのマッシュルームですね、それを芯のあたりに一列に並べます。あとカリフラワーです。
等間隔に置いていって、それをまた先ほどのマッシュルームで埋めていく予定です。特につなぎを入れてませんので少しポロポロなりますが、オリーブオイルが冷えると締まってくれるので、その力で今ある程度固まっている形になってます。このマッシュルームでしっかりと、隙間なくカリフラワーを覆ってください。そうしましたらキャベツでくるみます。この時にしっかりと空気を抜いてあげてください。空気が抜けましたら、下に広げてあるラップでしっかりとくるみます。そしてラップで巻いて、底辺は覚えておいてください。そしてこの後、バットに移して少し冷蔵庫で締めます。では続きまして、フォカッチャが発酵しましたので、先ほど作りましたキャベツにくるんでいきます。発酵の目安はだいたい 1.8 倍ぐらいになって、そしたらちょうどいいと思います。強力粉の打ち粉を周りに入れて、それをボウルから剥いでいきます。今1次発酵で、その後2次発酵に入りますので、もう焼く手前です。なので焼く前の状態の、バットに乗っけていただくと、いいと思います。少し伸ばしてあげてパンチをしてあげると空気が抜けていいです。手ごねでいくときは混ぜるというより、その下の大理石と内子の部分にこすっていくような感じで手で押すようにですね、混ぜていくといいです。では先ほどの野菜の筒が、入りそうなぐらいの大きさにしまして、キャベツをですね、ひっくり返してこのように乗せます。そしてもう一度キャベツをさらにくるみます。この時生地が薄く伸びすぎてたら、それはそれで破れやすいので、ある程度の厚さは必要です。で、重なりが大きくてもそこが焼きにくくなるので、あまり大きくなくて大丈夫です。端の生地が余っても、ここはここでパンとして食べられるので、特に問題はないと思います。ここに、直接ラップをしてもう一度、二次発酵させていきます。周りにぴったり、ラップをさせます。二次発酵はだいたい僕は 1.7 倍ぐらいの状態まで見てます。注意点は乾かないようにすることです。だいたい30分ぐらい待ちます。では、二次発酵が完了したので、この後仕上げていきます。手に打ち粉をつけて先ほどのラップを優しく剥いであげます。この時破れないように注意してください。発酵がうまくいっていると、ラップにくっつきにくいと思います。そしたら通常のフォカッチャのように、少し穴を開けてオリーブオイルを先に垂らします。そして続いてフルードセレですね。ある程度結晶が残ってた方が食べる時に食感があって塩味がところどころ変わって面白いです。そして最後、エルブ・ド・プロヴァンスを全体的に振りかけます。少量で手に入りますし、もしフレッシュのハーブなどあるんでしたらローズマリーやタイムなどでも代用が効くので、そっちでもやってみてください。この後オーブンに入れていきます。210度に予熱したオーブンで、10分焼いて、その後ひっくり返してさらに10分焼いていきます。でひっくり返します。
奥と手前で少し、色のつき方が違うので、さらにひっくり返して10分入れていきます。はい、では、ウェリントンが焼き上がりました。この後切っていきます。カリフラワーのウェリントン、これで完成です。